こんにちは、そうたです。リオです。今日は毎回恒例のその国ごとの感想で、エジプト編をおしゃべりしていきたいと思います。はい。また今日もね、カテゴリー分けは食、人、ネット環境、公共交通機関、気候、治安、そして物価について話していきたいと思います。はい。もしなエジプトに来る予定の人とかあればすごくリアルタイムな情報なので参考にしてください。はい、お願いします。じゃあまずはエジプトの食ですね。はい。ズバリ言っちゃってくださいよ。エジプトの食はまずいです本当にね、まずいよ。何がまずいっていうものもなくて、全部がまずいんだよね。お菓子もまずいし、果物もまずい、野菜もまずいし、レストランで食べる食もまずいものが多いです。そんな中で俺らが食べたのは、エジプトの料理は国民食のコシャリっていうものを食べました。コシャリはパスタと米とトマトソースと豆が混ざったようなザ炭水化物の爆弾みたいな料理がエジプトのコシャリのご飯です。有名店にリオたちは行ったんだけど、そこは美味しかったです。美味しかったね。また別のところでコシャリ食べたけど、そこはまずかったです。けどその有名店のところでも豆が腐ってたりとかあったんだよね。八百屋さんみたいなとこ行っても果物とか野菜はフレッシュじゃなくって、傷んでるのが、全体的に多い印象でした。それもあってかリオは食中毒に、エジプト中になりました。なんかエジプトではね、食中毒になる人多いらしいから、食べ物の鮮度が低いことから、だから、食中毒には十分気をつけてください。はい。で、エジプトはイスラム教の国だから、お酒が飲む人が全然いないから、お酒買う場所も限られてて、結構見つけるの大変だよね。そうそうそう、隠れたところにあって、しかもお酒は高い。高かったね。観光客向けみたいな。実際のお金もいくらなのかはわからないけど、結構ぼったくる店も多いので気をつけてください。次は人です。リオちゃん、言っちゃってください、一言で。人はうぜーうざいよね、本当に。全体的に数十円でも多くお金を取ろうとする、搾取しようとするっていう精神が見え見え。本当に。でもたまにいい人もいるよね。そうだね、本当にごく稀に道わからなかったら教えてくれたりとか、公共交通機関の乗り方わからなかったら教えてくれる人とかはいたよね。そうだね。あとはホテルのオーナーとかは悪い人はいないね。特にリオたちは個人経営のこじんまりしたところのホテルとかホステルに泊まってたから、うざい人っていうのは全然いなくって、結構ホスピタリティ溢れる人たちばっかりだったね。そうだね。特にエジプト人の中でもうざさが強かったのが、バスと電車とタクシーの運転手、うざい人たちが多かったなっていう印象が多い。あとは今まで行った国で一番アジア人差別が、っていうか初めてアジア人差別、人種差別をする国だったなっていうふうに思いました。例えばどういうものがあったっけ？なんか最初の方にソータに向かって指さしてコロナって言ったりとか、あとはアジア人をけなす昔からある差別ジェスチャーみたいなのがあって、鼻がこう低いみたいなジェスチャーがあるけど、それを街中でやってる人がカイロなんだけど、いたりとかって感じで、差別するんやなみたいな。差別される側としては何とも思わないけど、エジプト人って差別する人多いんやなっていうふうには思いました。はい。アジア人差別に加えてやっぱり思ったのが、エジプト人ってとにかくプライド高いよね。特におじさんとかおっさんとかが、男の人がプライド高いなっていうイメージが多かったよね。しかもなんか空港の中で働いてる人とかも知ったかぶりみたいな風に言ってくるから、道とかで歩いてる人じゃなくて普通にそこで働いてる人も知ったかぶってくるから、ムカつくなってのはすごい思う。もう人に関しては喋るとキリがないのでここら辺にします。はい。じゃあ続いてネット環境。ネット環境は弱かったね。どこのカフェ行っても基本は弱いよね。弱いとこ多いね。あとフリー Wi-Fi もあるっちゃあるんやけど、全部フリー Wi-Fi 使うにはエジプトの電話番号が必須って感じだったよね。Mac とかもそう。そうだね。だからエジプト滞在中は SIM カードを持ってた方がいいね。空港で安く買えるし、一番安いプランとかだったら借りれたから、SIM カードは持ってた方がいいです。ホテルとか宿は基本的にはリオたちが泊まったところは問題なく使えたけど、1個ね、
1日に使っていいギガが制限がある場所もあったから、もしかしたらそういうところもあるかもしれないので、注意してください。はい。次は気候ですが、はい。気候はまあ暑いね。暑いね。本当に暑い。湿度はないんやけど、日中は本当に暑すぎて外出れないぐらい。エジプトは南下すればするほど暑いから、特にルクソールとかアスワンだったら日中40度超えとか全然ある。だから実際に俺らがアブシンベル神殿に行った時とか、持ってった水全部熱湯になったよね。で、エジプト人も日中暑いの分かってるから、夜中に歩いてる人たちがほとんどだったよね。夜中に人がこう動き始めて、みんな夜公園とかに集まって、ちっちゃい子供たちも夜中の1時とかまで遊んだりとかしてた。してたね。すごいなんか衝撃的だったよね。見たことない光景やったね、それは。ね。面白かった。面白かった。次は公共交通機関。公共交通機関は主に大きい都市間の移動は電車と寝台バスを使って、もう一つ市内はウーバーを使いました。カイロは基本ウーバーを使った方が良くて、ウーバーを使って利用したね。けどルクソールとアスワンはウーバーが使えなかったから大変だったよね。そうだね。年によってウーバー使えやんとこはあるらしいね。あと都市間の電車、カイロからルクソールとかアスワンは、普通のね電車、国鉄みたいなね、そう電車で行ったんだけど、夜行の移動は明かりが消えないし、電車も汚い。汚いね。正直インドの寝台列車の方が綺麗。それは払っとる額が違うけど、にしてもインドの方が綺麗。あとこれも電車の車両によるかもしれんけど臭い。最悪やな。最悪です。ただシートが大きいよね。座席が大きいし、リクライニングも結構できるから、寝れやんっていうわけではない。都市間の移動もう一つは、妥協の策で一回寝台バスを乗ったことがあるんですけど、寝台バスは絶対に乗らないでください。最悪です。本当に最悪だからね。夜中中一生エジプト映画でっかい音で流れてます。いやマジやばい。しかもおっさんばっかりで席も狭いから乗れたもんじゃないね、あれは。あれはやめてください。やめましょう。はい。じゃあ次は治安について。治安は全然悪くなかったね。さっき言ったみたいにエジプト人たちもみんな夜中とか歩いたりしてるから危ないなっていう人たちもいなかったよね、全然。だから治安は全然夜も歩けるので良かったと思います。一応女性一人でも旅はできるっちゃできると思う。命が危ないとかはないし、むしろ夜の方が人が多いから夜で歩くこともできるって感じだね。じゃあ最後は物価ですが。はい。物価は安かったね。安かったね。でも安いけど基本的なものの基準の値段を知っておかないとぼったくられるので、基本的な価格っていうのは自分がねやっぱ実際行って探り見るしかないんだけど、リアたちが言えるのは水 1.5 リットルは5ポンドでございます。1.5 リットルで5ポンド。それ以上言ってきたら、よっぽど街の中心部にキオスクがあるか、ぼったくっているか、ほぼ後者でございます。本当にぼったくってくるから気をつけてください。基本なんかぼったくってきとると思った方がいい。で、あとは商品とか買おうとしても全部数字がアラビア数字で書いてあるから読めないよね。あと商品で思ったんだけどさ、人の商品って値段が書いてないこともあるよね。だから余計ぼったくってくる人が多いから気をつけて相場を知っておくようにしましょう。まあそんなもんだね、エジプト。そうだね。2週間滞在しとったけど、エジプトどうやった？エジプトは本当今まで行った国の中で一番嫌いな国かな。本当に人もうざいし、食もあんま美味しくないし、まあ気候が暑いのはまあ別にそれは許せるんだけど、やっぱ人がうざいのが一番嫌だ。観光客相手にしてる国だと思うのね、エジプトって遺跡が多くて。それにもかかわらず、エジプトの人たちって観光客のこと舐めてかかってくるから、騙そうとするし、なんかその精神がすごい嫌いだなって思った。けど遺跡はめちゃめちゃ良かったね。アブシンベル神殿とかピラミッドとか本当に感動するレベルの遺跡が待ってたから、そこは良かったけど、もう一回見たからもう次はないかなっていう印象の国でした。じゃあディオは2週間住んでみてどう思った？ディオは今まで全ての旅で35カ国行ったことあるんだけど、その中でダントツ、行きたくない、もう二度と行きたくない国となりましたまあ理由はやっぱ同じだね、そうだと。人がうざいっていうのと、なんか何でもかんでもお金を搾取しようというそのぼったくり精神、これがもう想像以上に疲れる。マジで疲れる。まあいい意味では言うと、それでね結構こっち側も反論する力というか言い返す力っていうのがだいぶついたから、海外旅のレベルは上がったけど疲れるね、精神的に。みんな
な顔ムカついてくるのも悪いけど、みんな同じような顔する。みんななんかエジプト人見るだけでちょっとムカついてしまうぐらい、もう日常的にムカつく人しかいなかった。悪いけどこれは本当に事実なので伝えさせてください。もちろんいい人も、ぐらいいい人もいる。カウチサーフィンのホストとかね。そうそう。いい出会いもあったけど、それ以外はないかな。そうだね。まあ次は、おじいちゃんおばあちゃんになった時にもう、全部ツアーのパッケージで、高いお金を払っていくぐらいにしましょう。いや、ほんとそう。もう自力では行きたくないね。そうだね。まあ、てな感じで、エジプトの、感想でした。はい。ここでね、毎回、いつもやったらさ、次の国を言うんだけど、もう YouTube の動画見ての通り、ゆうたちは今トルコにいます。はい。これもね、今の動画も、実はトルコで撮ってるんですけど。はい。トルコいい国だね。トルコいい国だね。次の国発表するときは、この感想と一緒じゃなくって、YouTube のライブ配信で発表したいと思うので、ライブ配信もこれからちょっと頻繁にやっていこうと思うので、こちらの方でリアルタイムでね、お話できたらというふうに思います。じゃあ、もう夜なので今からゆうたちはどこに行きますか？夜ご飯を韓国料理で食べに行きます。はい。ちょっとめっちゃ楽しみにしてたから、お腹空いたからそろそろ行きますか？行きましょう。じゃあ今日も動画見てくれてありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。じゃあ、バイバーイ。